なるほどね。はい、皆さんこんにちは。車の大地家シノピーです。今回はこちら、先ほど購入してきましたソフト99ガラコ塗り塗りコンパウンド、ガラスの油膜取り、撥水剤、油膜をパワフル除去で、手が汚れにくいボトルタイプですね。ボトルタイプといったら、ちょっと前にやったクリンビューのコンパウンドスピーディー、これもボトルタイプだったんですけど、これはちょっと角度的な問題もあって使いづらかった。ガラコの方はどうなのということで購入しちゃいました。で、金額は1080円だったかな。成分は研磨剤ですね。弱アルカリ。使い方も含め難しくなさそうなので、実際に使ってみて油膜だったり撥水剤がどの程度落ちるのかっていうところが個人的には重要になってくるので、楽さですよね。楽さを求めたいっていうところがあるので、どんな感じか実際に使ってみたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたらこの車で試していこうと思います。そしたらまず使い方を確認しますか。はい、使い方はここに記載されています。まずガラス面の砂や泥汚れをよく洗い流し、水分をきれいなタオル等でしっかり拭き取ってください。で、その後にキャップを閉めたままでボトルをよく振り、透明カバーを外します。フェルト分をガラスに押し付け、ボトルを握りながら液を適量出して磨きます。で、途中液が乾かないように液量を調整しながらガラス面の液が弾かなくなるまで磨いてください。で、磨き終わったらガラス面を水できれいに洗い流してください。落ちにくい場合は専用のスポンジ等でこすってください。この時水はじきがある場合はまだ油膜等が残っていますので再度磨いてください。で、使用後は塗布面に残った液をティッシュ等で拭き取り乾燥させてから透明カバーをつけて保管してください。ということはガラス面は乾いた状態で使うということですね。これを回すとこう開くのね。四角いです。なので角もね施工できるんではないかな。使っていこうと思います。そしたらまず、ガラス面は乾いた状態で使用するのですが、一旦水はじき油膜とかがあるかどうか確認してみます。撥水剤は施工されてないですね。ちょいと分かりづらかったので別の角度でいきます。ここの部分は撥水剤がまだ残っています。で、ワイパーが当たる部分はこの撥水剤が落ちています。で、左側もパッと見落ちてるように見えるんですが、この辺ちょっと弾きがありますね。これは多分ね、撥水剤と違う弾きな感じがするので油膜じゃないかなと思うんです。油膜と古い撥水剤の判断っていうのが非常に難しいんですが、このような状態です。そしたらちょっと拭き上げてから使っていきますか。はい、そしたら拭き上げが終わったので運転席側から施工していきます。一旦振って、で、透明のカバーを外す。フェルト部をガラスに押し付け液を出しながらこすっていく。なのでガラス面に砂とかホコリは絶対ないようにしてください。その砂ぼこりを間に挟んじゃってガラス面を傷つけるリスクっていうのが出てくるので。結構出るね。液が乾かないように調整しながらこすっていく。でもパッと見弾いてる感じがないですね。で、使ってみた感じ結構フィットする。力は入れにくくはないけど、やっぱりこの柄があるんですよ。この長さがね。その分このワイパー付近とかちょっとやりづらいっていうのがあります。持ち方はね、こうが一番いいのかな。全体的に面がこう当たってるような感じはするけど、やっぱ弾きがわからないのでちょっと落ちてるかどうか分かりません。で、反対側はちょっと撥水剤が残ってたので、反対側の方がもしかしたら分かりやすいかもしれない。弾くね。なるほどね。多分落ちてると思います。もうだとしたら結構早いね。早いけど水垢取りパッドの方が力は入れやすいね。
やっぱこの形状握るタイプでこう下にこう押し付けるこのタイプはやっぱちょっと力が入れづらいからか疲れるね。こんな感じかな。そしたらちょっと洗い流してみます。落ちてなかったら作業をするんですが、一回乾かさないといけないっていう手間がありますね。なるほどなるほど。一部分ちょっとやり残しあるな、甘い部分が。けどだいぶ落ちてるわ。かなり落ちてますね。ちょっとこの辺、やり残しっていうか端の方がまだちょっと残ってるかなっていう感じはするけど、だいぶいい感じ。思ってたより落ちてるね。ちょっと一回拭き上げてもう一回水かけてみよう。ガラス面だけささっと拭きました。でその感じ、この辺やっぱ落ちてないかな。あと下ら辺っていうのも、クリーンビューのコンパウンドスピーディーはちょっと浸水性のある液剤だったから落ちてるかどうかがちょっと判断つきづらかったんですよね。なので拭き上げて水をかけて本当に落ちてるのかどうかを見ていくっていう感じなんですが、あらかた落ちてます。いいんではないですか。そしたら続いて鱗ですね。鱗がすごいんですよ。この商品は油膜とコーティング剤を落とすって書いてあるので鱗は落ちないと思いますけど、一応試してみます。この部分だけね。鱗はね、水はじきっていうのがないので、もう落ちてるかどうかっていうのはわからないんですよ。鱗はもうほんと撥水剤、油膜とは別物だと思ってください。そんな思いっきり圧をかけるのではなく、軽くこすっていく程度なんですが、結構しっかり圧がかかってくれてる感じがします。剥がしちゃいますか。先ほどのを見てもらえればわかると思うんですが、頑固な鱗です。そしたら濡れたタオルで拭いていきます。拭いた時にここだけ透明感があるじゃないですか。これは油膜とかが落ちてるんです。この周りっていうのは油膜とかがついているので弾かれるけど、ここは油膜は落ちてます。だから透明感が出る。水拭きした時にね。けど乾いてった時に鱗はまだ残っているという状態ですね。商品自体にね、水垢鱗落としますとは書いてないので、そういった感じです。はい、そしたら続いてこの車で試していこうと思います。弾いてます。撥水剤といっても施工してすぐっていうほどでもないんですね。見た感じは5割減って感じかな。けどさっきより弾いているので、この車でも試してみようと思います。しっかり撥水してればこういう風に弾かれますね。簡単に落とせるけどちょっと疲れる。こんなもんで落ちるんだっていう落差はありますけど疲れる。ガラス面の方向に力を入れづらい。フェルトはすごいぴったりくっついていいんだけど、なんか惜しいね。とりあえず一回洗い流しますか。落ちてるね。ちょっと上の方甘い部分が若干ありますが、ほんと若干です。手の届きにくかったところぐらい。この辺は追加でやっておしまいって感じですかね。他のものと使い比べてみた感じ、僕は今まで使ってきた経験上落ちる方です。落ちる方だけど、使いづらさ、デメリット部分もちょっとあるなっていう感じです。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はこちらソフト99ガラコ塗り塗りコンパウンドというガラス面に付着した油膜だったり古い撥水剤を落とす商品、こちらを使ってみました。使ってみた感想で言うと、まず良かった点はこの四角い部分ね。このヘッドが四角いのはいいですね。丸いとどうしても角っこが施工できないので四角いいなと思いました。しっかりその油膜撥水剤落ちました。正直この絵があることによって疲れるなっていうのは思ったんですよね。けどそれ以上に落ちた。けど鱗っていうのは落とせない。でこの商品自体に鱗が落とせますよみたいなのは書いておりません。僕はね勝手に検証したことなので
一応ご報告と。なので僕が普段使っている水垢取りパッド、これで何ら問題ないよ、特に不満点ありませんよっていう方は全然これでいいと思います。けどこれね、使い捨てなんですよね。一つネックなのは使い捨て。僕はねこの使い捨てのところも含めていいとは思ってるんですよ。それがね嫌だなって思う人もいると思うので、そういった方はまあこういったタイプを使う方がいいのかな。あと黄色瓶とかもあるけど、黄色瓶はスポンジが別体になってて、その別になってるのもまあまあ面倒くさいなっていうのはまあ若干あったりするし、けどまあこの絵がついてるタイプだとワイパーの部分だったり CHR とかアルファードもそうなのかな、リアスポイラーっていうかこのリアウィングみたいなところ、あそこちょっとこう出っ張っててガラスがね奥まってるんですよ、 CHR 確かね。そうなるとそのリアウィングが当たっちゃうんですよ、絵が。車種によってはまあ施工できない箇所も出てくる。あとはねガラスが乾いた状態で施工しないといけないっていうのをどう取るかって感じですね。まあ最終的に水で流さないといけないから、落とせてなかった時にガラス面を拭かないといけないっていうのは一つ手間が増えるので、まあ、濡れた状態でも使えるってやつの方が楽かなとは僕は思います。だからまあ鱗まではいかないけど油膜撥水剤を定期的に落とす人向けかな。まあ気になる方は購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。